こんにちは、斉藤直樹です。今回はお仕事のご依頼があって、それをね、動画にさせていただくんですが、ちょっとね、この依頼をもらった時にはびっくりしました。超有名格闘漫画、バキの作者、板垣圭介先生からご連絡をいただきまして、斉藤ちゃん、とある有名 YouTuber の絵を描くことになったんだけど、ぜひこの絵に色塗ってくんねえかっていうことでね、ご依頼をいただきまして、はい。こちらのイラストですね。いやー、板垣先生、格闘家とか強い男を描くのもうまいんですけど、もうそれ関係なしに普通に似顔絵うまいんだよな。はい、もうめちゃめちゃ有名人のイラストなので、皆さん誰のイラストなのかもう分かっちゃったと思うんですが、こちら、東海オンエアの皆さんのイラストですね。左上から、としみつさん、右に行って夢丸さん、そして芝優さん。で、下の段左から、虫眼鏡さん、哲也さん、りょうさんですね。いやー、めっちゃ似てる。似てるんだけど、なんかどことなく強そうですね。個人的にね、虫眼鏡さんの理系っぽい何か企んでそうな表情、好きですね。ということで今回は特別企画、バキの板垣圭介先生にお願いされて、東海オンエアのイラスト、プロイラストレーターが本気で塗っていったらどうなってしまうのかということで、こちらのイラスト、今から本気で色を塗っていこうと思います。それでは早速、行ってみましょう。頑張ります。着彩、第1段階。はい。じゃあね、早速色を塗っていこうと思います。こんな感じでね、ちょっと暗めの青を全体に塗っていくところから始めていきますね。どうした？肌色じゃなくて青を塗ってくの？やばくね？ってね、びっくりした人も多いと思うんですが、ちょっとこれには理由があって、以前、板垣先生が描いたシルベスタ・スタローンの絵があったんですが、はい。この絵ですね、これはランボー・ラストブラッドの時に板垣先生が描いたイラストなんですが、こちらも僕が着彩させてもらったイラストで、この塗りをですね、板垣先生がすごく気に入ってくださっていて、今回もこのテイストで塗ってみてくれってね、強い希望をいただいたので、今回の東海オンエアさんのイラストもランボー風に塗っていこうと思っております。それでこのカラーリングなんですね。最初ね、板垣先生から青で塗ってくれって言われた時には僕も一瞬マジかよって正直ギョッとしたんですけどね。でも東海オンエアさん2013年にチャンネルを開設して以来すごいスピードでスターダムを駆け上がっていって、そして2023年現在チャンネル登録者数699万人、多分この動画が公開される時には700万人いっているでしょうか。もうね、言ってみれば東海オンエアさんは YouTube という戦場で最初期から激戦を勝ち抜いてきた戦士たちなので、そう考えるとね、今回の乱暴風の塗りもですね、いやこれめちゃめちゃハマってるんじゃないかと思います。今回の塗りもそうなんですが、板垣先生は漫画作りでも予測は裏切って期待は裏切らないっておっしゃっているんですが、着彩に関してはね、かなり面白い変わった表現を好まれる印象で、僕が試しにやってみた実験的な表現でもこれは面白いなってね、積極的に取り入れてくれるので、もうね、塗っていてすごく楽しいんですよね。いやー、でもね、板垣先生1957年生まれなので、今年で御年66歳だということで、僕の親とほとんど同じぐらいの年なんですよ。なので板垣先生を僕は勝手にですね、第二の父親だと思い込んでいるんですけど、もうね、そんな年なんて全然全く感じさせることのない新しい表現をどんどん取り入れていくアグレッシブな姿勢。いや、これはね、見習いたくなりますよね。すごい。はい。でね、ここまで下地を塗ってきたんですが、ここからはライティングを加えて明るく持ち上げていく作業ですね。左上のとしみつさんに後ろから強烈に当たるリムライト、それと前から反射してくる反射光を加えていって質感をアップしていきますね。ほらほら、さっきまでは全体を青で塗っていたこともあってちょっとね、無機質な感じがしていたと思うんですが、光を当てていくことによって屈強な YouTube 戦士たるギラつきがね、増してきたような感じがしませんでしょうか。はい。同じく隣の夢丸さんにも今のような手数を入れていきますね。これね、質感を加えていく作業って一気に見た目が変わっていく大事なパートなので、これがね、やっていてとても楽しいんですね。普通はね、こんなに金属質なテカリを入れていくことってないんですけど、あえてこういうメタリックな質感を書き込んでいくことで肌がめちゃめちゃ硬質でオイリーで屈強な感じを表現することができますね。はい。思い返せば、半間裕次郎とか、まさにこういう感じの肌の質感をしていると思います。オーガ、めちゃめちゃ硬そうで、かっこよさそうですもんね。さあ、今
回はランボーの時と違って6人いるので、集中力を途切れさせることなく一気にやっていかないと塗り終わりません。どんどんいきましょう。次は芝優さん。芝優さんは金髪のイメージなので青一色で塗っていくのがちょっと難しいんですが、他のメンバーよりも若干髪色を明るくすることで青の中にあっても若干金髪感を出していきます。はい、次りょうさんですね。りょうさんは他のメンバーと違って顎をクッと上に上げてね、見下ろしているような感じで描かれているので、若干他のメンバーよりも顔の上部に光を当てて少し明るめな部分を増やして描いております。このね、鋭い目線が特徴的ですよね。いや、めちゃめちゃかっこいいし強そうです。さあ、次行きましょう。次は哲也さんですね。哲也さんの印象は、僕的には、以前動画で見た時に、うずらの卵を75個食べていたのがめっちゃ印象に残っていてですね、いや、これ、こんなに食べて痛風にならないんだろうかってね、ちょっと心配になってしまいました。髪の毛がね、カラフルでツヤツヤな印象があるので、髪の毛のハイライトを強めに入れていこうと思います。はい。そしてラスト、虫眼鏡さん。虫眼鏡さんはね、これ有名な話なんですけど、もともと小学校の教員だったんですよね。で、最初は内緒で YouTube をしてたんだけど、活動が有名になっちゃった時点で、校長先生に呼び出されて、東海オンエアをやめるか、教師を辞めるかっていう選択を迫られて、で、教師辞めますってね、ここまでの経歴を迷わず捨てて、YouTuber として新しい道を進んでいくことを決意したっていう、あのエピソードがめちゃめちゃ好きですね。はい、ここまでで塗りの第1段階が終了です。はい。まだ第1段階ですよ。ここからさらに強そうになっていくんですが、一旦こちらに行きましょう。僕が板垣先生の絵を塗っているわけ。はい。でですね、なんで僕が板垣先生からそんな連絡が来るのかって、ちょっとね、不思議に思う人もいると思うので、ちょっとここで簡単に説明しようと思います。2008年の6月ぐらいから2019年ぐらいにかけて、約10年間ですね、僕はバキのカラーリングを担当させていただいていました。僕がね、後先考えずに会社を辞めてフリーランスになって仕事を探している時だったんですけど、最初はね、僕自身に依頼をされたわけじゃなかったんですが、そのね、依頼された人の代打としてお試しでバキのカラーリングを担当させていただいたのが最初でした。確かですね、最初に担当したのはビスケットオリバでしたね。で、これが始めた初期、色を塗らせてもらったバキのイラストですね。板垣先生はですね、強さの表現として筋肉の表面のテカリ、光の反射にすごくこだわりを持たれていて、とにかくオイリーに塗ってくれ、もっとオイリーにしてくれってね、よくおっしゃっていたので、その言葉を受けて、表面のね、ぬめりのような質感を大事にしながら着彩をさせていただきました。で、そしたらですね、板垣先生、僕の塗りを気に入ってくださいまして、いや、今度バキの完全版を出すんだけど、その表紙の塗りをお願いできないかなってね、ご依頼をいただきました。もう完全版で言ったらね、分厚めの豪華版の表紙、これを任せていただけるってことなので、いや、めちゃめちゃ光栄でね、気合が入りました。で、合計で22巻の完全版の表紙を着彩させていただいたんですが、全部ね、紹介すると長くなってしまうので、数枚紹介すると、はい、こちらがですね、3巻のオロチドッポ、4巻の烈海王、5巻の花山薫、そして7巻のヤシャザルですね。いや、今見てもこの時の22枚はすごく気に入っています。板垣先生もですね、すごく喜んでくれて、ここから約10年間、ことあるごとに声をかけてくださって、で、今回の仕事にも繋がっているっていうことなんですね。着彩第2段階。はい、ここからは割と早回しで見ていこうと思います。いや、結構ね、この作業、かなり何度も塗り込みを行うので、これね、結構時間がかかっていてですね、そうですね、だいたい10時間ぐらい塗りでかかっているんですね。なので、等倍速で見ていったら10時間かかっちゃうところを、ギュギュッと15分ぐらいにね、圧縮してお届けしております。さっきね、ライティングをつけていって、立体感が生まれた状態だったと思いますが、次に強調していくのは、存在感です。まだね、全体的にうおって見た瞬間に圧を感じるような迫力が出ていないように思いますので、ここからさらに肌にテカリを加えていって、強そうで硬質でメタリックな感じを強めていこうと思っていますね。ほらどうでしょう。手を入れていく前はこれ以上書き込んでもそんなにわからないだろうって思ったかもしれませんが、意外とね、まだまだ書き込む余地ってあるんですよ。さあ、同じく夢丸さん、柴優さん、りょうさん、
哲也さん、虫眼鏡さんに関しても質感をぐぐっと増していって存在感をより高めていきましょう。こういう感じで厚く厚く塗り重ねていく描き方、僕はねもともとこういう感じで塗り重ねをしていくのがすごく好きだったので、大学生とかあとは20代後半まではこういう塗り方をすることが多かったんですね。なんだろう、厚塗りは、いわば足し算の作業です。ここは控えめにいこうみたいなね、引き算をあまりすることなくゴリゴリと勢いに任せて森に持っていけるので、そういう意味でこれですね、ストレス解消にも向いているような気がしますね。僕はですね、めっきり今こういう描き方をしなくなっちゃって可愛いキャラクターを描くことが多くなってしまっているんですが、なんか嫌なことあった、ストレス解消したいみたいなことがあったら、こんな風に厚塗りしていくとこう鬱憤というかね、ストレスを解消できると思うので、そういう意味でも厚塗り作業は好きですね。さあ徐々に全体に手が入ってそれぞれの存在感が際立ってきましたね。はい、ただですね、まだ完成じゃないんです。というかですね、僕が着彩で重宝され続けてきた理由としては、むしろここからの段階に理由があると思うんですね。いやだって普通に考えて変じゃないですか。さっきからね、さも当然のごとく着彩の仕事とか言ってますけど、着彩ってね、色塗るだけじゃないですか。普通の素人からしたらね、色塗りなんて誰でもできそうじゃねって正直思ってしまうと思うんですよ。それなのになんで僕が長年にわたってバキの着彩を担当してこれたのか、その秘密が次の工程にあると思うんです。着彩第3段階。さあ最後の工程です。最後の工程はおそらくね、こんなことしている人僕以外にいないと思います。なんでやる人がいないかって、多分ね、これって実は業界ではタブーとされている行為だからですよ。ですね、はい、これ何しているか分かりますか？あえて分かりやすく失礼を承知で言うと、板垣先生が描いた線、僕ね上から潰してます。線の上に色でゴリゴリ重ねていって線を絵に塗り込めていってるんですよね。これね、見方によったら線を勝手に変更しているような、そういう工程なので、多分ね作家さんによってはこれやっちゃったら一発で激怒されて速攻クビだと思うんですよ。はい、もうね、恐れ多いでしょう。普通ね、漫画家の先生が描かれた線を立場的にはこっちはねもうアシストする側ですから、それを上から塗りつぶすなんてもうねタブー中のタブーなんですよ実際。でも僕はあえてこれをやってます。なんでかっていうと、これですね、多分相手が板垣先生じゃなかったらやんなかったと思います。はい、板垣先生って絵を見る感性が本当にすごいのは当然なんですが、それとは別に桁外れに度量が大きくてですね、多分ね自尊心なんかよりも、いやもうとにかくすげえもん見せてくれよっていう、なんだろう、サービス精神の方が完全に上回っちゃっている人なんですよね。なので自分の線が上から塗りつぶされようがなんだろうが、とにかく良ければそれでいい、見ている人が喜んでくれたらそれがいいっていうね、そういう人なので、僕がね最初これをやった時も正直ねびっくりしたと思うんですよ。実際ね結構周りの人も引いてたんですよね。斉藤さんちょっとそれは先生に対して失礼なんじゃないですかみたいに。ただですね、先生だけはそれをめちゃくちゃ喜んでくれたんですよね。おいすげえなおいって。なので僕はそれ以来自信を持ってこういう工程を取り入れるようにしてきました。あとですね、そうだ、板垣先生のサービス精神旺盛っていうエピソードがもう一個あって、ごめんなさい、なんかこれはね絵と全然関係ない話なんですけど、ある日ですね、板垣先生とその他の漫画家さんとお酒の席でご一緒させていただいたことがあったんですよ。その時ですね、向こうの席からハッピーバースデートゥーユーってね、誕生日を祝う声が聞こえてきたんですよ。でね、僕はよくある光景だなって思ってぼーっとそれを見ていたんですが、それを見ていた板垣先生がね、店員さんを呼び止めて、あの席にこの店で一番高いワインを送って、漫画家の板垣からだってでね言い始めたんですよ。いや僕25歳ぐらいだったかな。もうそんな光景見たことなかったですから、いや漫画じゃないんだから、こんな人実際にいるのってね、すごい衝撃的でした。でワインが来たのを見計らって自分でねつかってそのテーブルに歩いていって、どうもバキを描いている漫画家の板垣です、誕生日おめでとうって挨拶して、うおーマジかよすげえってね、もうそのテーブル大盛り上がりなんですよ。いやもう
そのシーン自体が漫画でしょ。それが板垣圭介という男なんですね。はい。といったところですいません。熱く語りすぎました。すべての線画を色に塗り込めていき、さらにもう一段階、東海オンエアの YouTuber としての強さ、迫力を増していったら、はい。バキの作者にお願いされて、東海オンエアの絵を全力で塗ってみた。東海オンエアのとしみつさん、ゆめまるさん、しばゆうさん、りょうさん、てつやさん、虫眼鏡さんのイラスト、完成です。いかがでしょうか？ちょっとね、絵としてのインパクトが強すぎるので、人によっては、なんじゃこりゃーってね、驚く人も多いと思うんですが、YouTube という戦場で、強豪ひしめく中、歴戦を戦い抜いてきて、そして今も大人気、東海オンエアの戦士たる強さを表現できたのではないかと思います。いかがだったでしょうか？結構ね、ビッグな依頼だったので、緊張しながらの仕事だったんですが、なんとかやりきることができました。それと今回は厚塗りについての動画だったんですが、同じく厚塗りをしていく中で、厚塗りあんまり見栄えがしないんだけど、どうすれば見栄えがするようになりますか？というお悩みに対して、ここをこうすれば一気に見栄えが改善するよ、良くなるよ、というポイントを解説した動画、気まぐれ添削131もおすすめです。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。